皆さん、こんにちは。すずかです。すずかのポッドキャストへようこそ。皆さん、暑さにやられていませんか？大丈夫ですか？最近もう本当に暑いですよね。なんか雨もよく降るし、天気も暑いし、大変です。私、めちゃくちゃ夏に弱くって、夏に弱いというか、暑さに弱いです。それで、夏はね、よく夏バテをします。夏バテっていうのが何かっていうと、暑さで体が疲れて、食欲なくなったり、もう元気なくなっちゃったりすることを夏バテするって言うんですけども、私はね、もう小さい時からよく夏バテをする子供でした。日本って中学生の時からね、部活をする人が本当に多いんですけど、私も学生時代テニスやっていたんですね。でもテニス外でやるので、もう夏の部活の時はね、しょっちゅう夏バテなったり、熱中症にかかったりとか、本当にね、暑さに弱いです。皆さんはどうですか？暑さには強い方ですか？弱いですか？今日は蒸し暑い日本で夏に何を食べるのかということをね、一緒に話していこうかなと思っております。まず、私が、なんか夏来たなーって思う日本の料理から教えようかなと思います。夏になりかけると、日本のレストラン、食堂、ラーメン屋さんとかで、冷やし中華始めましたっていう張り紙を貼る店が本当に増えてくるんですけど、そうです。私が一番夏っていうのを感じるものが冷やし中華です。冷やし中華ってどんな食べ物なのかっていうと、冷たい麺です。冷たい麺があって、きゅうりとかハム、あと卵が細く切ってあって、シャシャシャーって並べてあるんですけど、タレは酸っぱくて甘いです。ちょっと店によって何が入っているのか、タレもちょっとごまっぽいものがあったりとか、いろいろなんですけど、私は個人的にエビまで入っていると、いい店を選んだなっていう気分になりますね。本当に本当に美味しいので、もう今日本にいる方、もしくは日本に夏休みに行くよっていう人、もしいたらね、ぜひ冷やし中華食べてみてください。本当にさっぱりしてて冷たくて、暑くて食欲ない時でも食べたいなって思えるものだと思うので、よかったらね、食べてみてくださいね。そして、家ではよくそうめんを食べます。そうめんは細い麺ですね。これが、色のついた麺があるんです。ピンクと水色と、あともう一個あった気がするんだけどな。緑かな。なんかね、ほとんどの麺は白い麺なんですけど、何本かだけその可愛い麺があるんですね。これを妹たちともう何回も何回も取り合いした思い出があります。多分日本でね、兄弟がいる人だったら、絶対にこれを通ってきたんじゃないのかなって思うくらい、日本人ならみんなこれをしたことがあるんじゃないのかなと思います。ちなみにそうめんはね、本当にただの麺なので、薬味一緒に何を入れて食べるかっていうのがすごく大切ですね。まあ基本的にはネギとか生姜を入れて食べる人が多いんですけど、
うちはちょっときゅうり、ハム、卵、うん、ちょっと冷やし中華と似ているものを薬味として入れて、めんつゆっていうタレがあるんですけど、それにつけて食べました。今もです。で、今も夏ちょっと、なんか何もしたくないな、なんか食べたくないなっていう時ね、もう茹でて切ってするだけなので、簡単にね、美味しいですから、これをよく食べます。生姜とか入れるとね、またちょっとすっきりした感じになって、私はすごく好きです。うん。そして、夏だからといって冷たいものだけを食べるんじゃなくて、夏バテを防ぐ食べ物に、うなぎを食べます。スタミナ食って言われているんですけども、スタミナ食って何かっていうと、体に力をつけるための、もう栄養がたっぷりの食べ物のことです。そして、うなぎ、いつ食べるかも決まっています。土用の丑の日といううなぎを食べる日があるんです。ちなみに今年いつなのかなって調べたんですけども、7月26日が今年の土用の丑の日みたいです。なのでね、食べたいですね。食べてくださいね。ちなみにこの日は、日本のスーパーでうなぎを安売りするところ本当にたくさんあるので、土用の丑の日には必ずうなぎが出ましたね。最後に食べたのがいつか覚えていないですね。でもね、最近は全然食べていません。今年の夏は食べたいですね。どうですか？皆さん、魚大丈夫ですか？うなぎとか好きですか？そして、夏といえば、アニメとかね、映画、ドラマ何を見ても、祭りが出てきますよね。でね、祭りって言うと、今度、屋台が関わってくるんじゃないですかね。ちなみに、私、日本語オンラインレッスンをしているんですけども、学生さんによくする質問の一つで、祭りに行ったら、どんな屋台で何を食べたいかっていうのをよく聞きます。そしたら、多くの学生さんは、りんご飴と焼きそばっていう風に教えてくれるんですね。焼きそばなんかアニメ見てると、りんご飴をね、一緒に食べたり、かき氷食べたり、そんなのは見た気がするんですけど、焼きそばも食べるのかっていうね。全然私もアニメ見る方だと思ってたんですけど、やっぱり日本人が見る視点と、海外の方が見る視点で、ちょっとね、違うみたいですね。ちなみに、私は祭りに行くと必ず食べるもの、昔の話になってしまいますが、私はりんご飴ではなくてぶどう飴。めちゃくちゃ好きでしたね。4個とか5個とか買ってました。こればっかり。祭りでしか食べれないものだったので余計に今しか食べれないっていう気持ちでね、たくさん食べてた気がします。そして私好きだったの、綿飴ですね。綿飴いいですね。美味しいね。本当にね。でも私、綿飴ちょっと苦い思い出があって、小さい時ね、家の目の前で祭りがあったんです。それで、どうしても綿飴が食べたいんですけど、雨がすごくて、買って、家に戻っているこの本当に1分くらい、走って1分くらい、ここで私の綿飴が全部雨に濡れてなくなって、大号泣をしたっていう苦い
思い出がありますね。そして、もう一つ、チョコバナナです。チョコバナナもね、本当に祭りでじゃないと食べない感じだったので、ここの3つは必ず食べてました。なのでちょっと、ご飯っていうか、おやつに近い感じでしたね。でもこの話はね、全部学生の時の話なので、大人になった今、祭りに行ってどこで何を食べたいかって思ったら、やっぱり私は、きゅうりの一本漬けとか、焼き鳥に生ビールとかもね、いいんじゃないですか？ねえ。どうですか？皆さんはなんかこう、アニメを見ていて、何か食べたいものがあるか、あるいは、行ってみて食べて美味しかったもの、そんなものがあったら教えてください。そして一番最初にね、私が本当に夏バテしやすいっていう話をしたんですけど、私が日本でよく作って食べた夏のご飯の話をちょっとしようかなと思います。どんなのを作ったかっていうと、ネバネバ丼というものです。ネバネバ、わかりますか？納豆とかね、こう、わー、わー、わーってこう伸びるやつ。これね、ネバネバですね。私のネバネバ丼には、納豆と長芋、オクラ、メカブ、そしてなめことか、キムチっていうのを混ぜます。混ぜます。混ぜて、これを蕎麦とかそうめんに乗せて、めんつゆで味をつけて、最後に卵の黄色いところ、黄身だけを丼の上に乗せて、混ぜて食べると本当に美味しいです。本当に。でも、ネバネバが苦手な方もいると思うので、もしね、私はネバネバ全然大丈夫ですっていう人がいたら、ぜひ真似してください。本当に好きです。ね。毎日食べたい私は。ね、すごくいいです。でも今ね、このネバネバ丼が私作れなくって、っていうのも、私今韓国に住んでいるので、オクラとかね、長芋とか、ちょっと手に入りづらいんですよね。手にも入りづらいし、手に入ってもちょっと値段が高くなってしまうので、我慢しようっていう感じでね、ちょっと最近食べれていないんですが、そんな韓国にいる私が紹介する韓国の夏の料理についてもちょっと話していこうかなと思います。まずね、私が一番好きな韓国の夏の料理は、コングクスという料理です。どんな料理なのかっていうと、これも冷たい麺の料理です。スープが大豆で作られていて、結構こうね、濃厚なスープと麺を絡めて食べる感じです。これも冷やし中華と同じ感じで、夏になるとメニューにね、突然出てくるんですね。嬉しい。本当に美味しい。もうね、多分韓国もそろそろ出てきてるのかな？お、どうなんだろう。なんか今年は私まだ見てない気がしますね。食べたいです。すっごく美味しい。そしてなんか、このコングクスを食べるときに、地域によって砂糖を入れるところと塩を入れるところがあるらしいんですけど、私は夫の影響で砂糖を入れて食べますけど、どうですか？今ちょっと見ている韓国の方がいましたら、どっち派かコメントしてください。美味しいですけどね、砂糖ね。
はい。そして、韓国でもね、冷たい料理だけを食べるんじゃなくて、夏に夏バテ防止という感じで、サムゲタンを食べるようです。私、韓国に来てすぐくらいの時かな。韓国もすごい暑いので、夏バテしたんですよね。その時に会社終わって、夫と一緒にサムゲタンを食べに行ったんですけど、それ食べてから、もうすぐ体調が大丈夫になって、嬉しかったですね。すっごく美味しいし、なんか私が食べたものがまた黄色いスープのちょっと珍しいサムゲタンだったんですけどね。また食べたいです。今年の夏はね、サムゲタンも行ってこようかなと思っています。ではね、今日は夏に食べる食べ物の話をずっとしてきたんですけども、皆さんの国では何かこう、これを食べないといけないとか、これを食べる日っていうのがありますか？または、夏になったら必ずこれを食べたくなりますみたいなのがあったら、それも教えてください。本当にね、暑いですから、皆さんね、体にだけ気をつけて1週間乗り越えていきましょう。それでは今日の授業は、間違えた。今日の授業だって。癖ですね、これね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日の動画が良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。